子育てしてる頃はもうバタバタバタってしてたんですけど、みんな大きくなったので今はのんびりと身支度をして、朝はシナモンをいっぱい入れて、で豆乳をいっぱい入れて紅茶を飲みます。それをポット1杯ぐらい飲みます。それが朝の始まりで、5年生の時から英語習ってたんですよ。それで自分は語学が好きで得意だって思い込んじゃっててドイツ文学とか大学そっちの専攻に行っちゃったんですね。でも本当は絵がすごい好きで、いつも絵を描いてて、もう高校とか中学とか教科書結構落書きだらけなぐらい自分でストーリー作って書いてたのに、進路を考えた時に卒業してからもう一回絵勉強初めからしたいってすごい思っちゃったんです。でその頃大学卒業する間際に知り合いの編集者の方がいて、その人が柳瀬隆さんに会わせてあげようかって言ってくださったんですよ。でで私柳瀬先生に会いに行くことになって、絵を持ってきてくださいって言われて、その頃自分は油絵をちょっと遊びで描いたぐらいな、そんなものしかなかったんだけど、それを持って柳瀬先生のところに訪ねて行ったら、先生がそれを見るなり「下手ですね」すごい言われて、でもその時に今いるアシスタントさんが辞めるっていうことが決まってる時で、すっごい先生が困ってて、で「アシスタントやりませんか?」って言ってくださって、でも私びっくりして「もう即答でやります」って言って、表紙を塗るっていう仕事があって、この色とこの色、ここはこの色って色見本を全部貼ってで渡されるんですね。それを毎月1枚描くっていうのをやってるうちに、何色と何色の絵の具をこのぐらい合わせればこの色ができるっていうのがもう分かるぐらい、それで覚えていって、うちの母が旅館をやってて、でうちの母の実家も旅館なんですね。温泉映画祭やるっていう旅館組合さんと共同で企画があって、じゃあそれのポスターを描こうって言って、おじさんがお風呂に入っている顔だけのを描いたの。もうそれからちょっとずつ温泉をテーマにした絵を描くようになって、そうだ、なんでこんな子供の頃からの景色としてあるのになんで描いてなかったんだって気がついて、去年一昨年ぐらいからもうずっとちょっと温泉にとおじさんとおばさんみたいな、最近はそういう人の気持ちの変化みたいなのとか、そんなのも描けるようになったらいいなと思って、今回は初めて銅版画を作ろうということになって今やってるんですけど、普通はきっと同じように作品を30とか50とか同じものを作っていくのがきっと銅版画なんでしょうが、一つ一つちょっと紙を変えたり塗り方ちょっと変えてみたりとかして、結局銅版画なんだけど印刷なんだけど、その作品は1枚しかないみたいな、そういう不器用さがそうなっちゃうんですけど、みんな同じにならないっていう。でもそんなのを楽しみながら作品を作っていけたらいいかなと、自分らしさがそこに出るように工夫しながらやっていくのがすごい面白い